皆さんこんにちは。本日はですね、こちら岐阜にございますサウンドハンター岐阜店さんにお邪魔をしております。今日はですね、皆様と一緒にこちらにご覧いただいております、ペルソナ 7F というスピーカーをこの素敵なお店の中にございますスタジオからお届けするんですが、今日私と一緒にこう体感し、そしてトークも盛り上げてくださるのがバイオリニストの滝千春さんです。よろしくお願いします。滝さんこんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。もう今日ね、初めて2人でこちらにお邪魔してね、これから滝さんのご自慢の楽器のことですとか、それからアルバムがついにね出まして大変好評を呼んでおりますので、そのアルバムも一緒に聴いてですね、ちょっと贅沢なひとときを過ごしたいなと思っております。さあそれでは早速なんですけれどもね、滝さんのアルバムプロコフィエフストーリーというのが今年の春5月ですね、に出ましたので、もしかするとね、皆さんもお聞きになって滝さんに注目されていらっしゃる方もいるかと思いますが、せっかくですから、ちょっと私の方から滝さんのご紹介をさせていただいてもよろしいでしょうか。よろしくお願いします。ありがとうございます。滝千春さんはですね、東邦学園の、高等学校、音楽科を出られたんですよね。でその後割とすぐに、そうですね、高校卒業してすぐに、スイスのチューリヒというところに留学しまして、でそのままこう大学もさらにまた学びを深めてヨーロッパにいらっしゃる。スイスの後がベルリン、ドイツのベルリンですね。ベルリンで、もうちょっと勉強したいと思って、あとちょっと付きたい先生がベルリンにいらっしゃるということが分かったので、飛んでいきまして、でそうですね、でベルリンで学生生活を終えて、でその後ちょっとミュンヘンの方で仕事してみたりとか、あとアムステルダムの方に住んでみたりとか、いろんなところに、もうですからかれこれヨーロッパは相当お長くなったわけですよね。そうですね。トータルでもう数えるのも嫌って思ってましたけど18年とかなんかそんな感じですね。もう20年弱いらした。そうですね。でもその間もね、日本に本当に頻繁にお戻りになって、たくさん演奏会もね開いておられますので、皆さんもね滝さんの演奏をお聞きになるチャンス、これからさらにねまた増えていくのかなと。しばらく日本に、腰を下ろすタイミングになってらっしゃる。そうですね、ちょっとしばらく日本にはいて、少し日本での活動も考えながら、活動していきたいなとは思ってます。本当にお若い頃にたくさんの国際コンクールでも優勝されたり入賞されたり、中でもユーディ・メニューイン国際コンクールというところでは優勝されておりますし、そしてもう本当に国内外問わずオーケストラで演奏されたり、コンサートミステル、今コンサートミストレスという言い方もしないですかね。コンサートマスター、コンサートマスター、コンサートミストレス、女性の場合はやっぱり言いますか、場合もありますし、その辺を差別しない場合もありますし、多分国でもそれぞれ違うので、ドイツではコンサートマスターリンとかっていうIN がつくと女性になったりとかするんですけれども。そういったお立場でもね、弾いていらっしゃって、もちろんソロでリサイタルもなさっていたりと、本当にご活躍なんですよね。でつい先日も斎藤記念オーケストラで演奏されてましたね。すごくもうみんながすごく感動して、ジョー・ウィリアムさんが振られたので、皆さんも映画ねよくご覧になると思いますけど、ハリー・ポッターとかスター・ウォーズとか E.T. とか有名なねジョン・ウィリアムズさんの指揮のもとオーケストラの中でも演奏されていたということで、最近本当にもうますますお忙しくなっていかれている滝さんなんですけれども、今日はですね、そんな滝さんにいろいろお伺い、アルバムのお話聞くんですけど、ちょっとその前にですね気になるものがね、もうすぐそばにあるんです。ちょっとこの愛用の楽器などについて教えていただけますか。これはキャパという楽器なんですけど、キャパカッパかな、カッパ
カッパ、カッパじゃないですよ。はい。綴りは CAPPA かな、カッパですね。どこの国の？イタリアです。で割とそうですね、これはここ見えるかな、だいたいここに作られた年号がここに書かれる中のシールの中で書かれることがあるんですけども、それ1699年のものになりますね。17世紀末、そうですね。何百年。すっごくだからもう何代ものバイオニストたちがそうですね。弾いてきている楽器。そうですね。これは今貸与されてるんですか？それともご自身の？これは自身で。はい。スイスに住んでた時にローザンヌで出会いまして、その時楽器をすごく探していて、当時はもうコンサートがあるたびに楽器屋さんに行って楽器を借りてたんですけれども、やっぱりその一つの楽器を弾きこなすってやっぱり簡単ではなくて、まあ1週間2週間前に借りて弾き鳴らしてコンサートに挑むみたいな生活してたんですけど、ちょっともう体が持たなくなってしまって、っていうのもやっぱりその楽器を理解するって相当時間がかかることで、まあそのパートナーをそうね、そうね結構精神的にもきついわね。そうでしょ。そうだからちょっともう無理ってなった時に友人たちに相談しながら、で同じ時期にスイスのジュネーブに住んでいた友人がそのローザンにある楽器屋さんを紹介してくれて、でいい楽器ありそうだよ行ってみなって言われて、この子と出会ったんです。運命的なものを感じたんですか？運命だと思いますね。本当はそんなに楽器って簡単に決まるものじゃないんですよ。本当に世界中旅していろんな楽器屋さん巡って、あれもないこれでもないこれでもないみたいな、大変そう。それはそれでまた疲れますね。探し方する方もやっぱりたくさんいらっしゃるんですけれども、私は探してこの子に最初に出会ってもこの子に決めたので、もう出会ってこれだ。いやもういい音ってなって、でちょっと少しの期間貸してくれたんですよ、楽器屋さんが。でコンサートでも弾かせてもらって、全くもって問題がなく、体に馴染む感じがすごくあったので、もうそうですね、割とだから即決ですね。あとそのバイオリンとかね、その弦楽器をよく見てらっしゃる方はちょっとわかるかもしれないんで、わからない、好みの問題でもあるんですけど、すごく美人なんですよ。この方美人さんでいらっしゃる。美人なんですね。美人なんですよ。美人なんですね。そうなんですよ。だからその姿というのもすごく気に入ってますね。響きの一番の魅力みたいな、私滝さん演奏を伺ってて、すごくいい意味で骨太なところがあったりとか、すごく繊細なところがあったりとか、とにかく音色の幅の広いこと、でその太くて深い音がまた本当にかっこよくてですね、そういう滝さんのイメージしてる音に叶えてくれる楽器ってやっぱりすごいんじゃないかと。一番魅力に思った音色っていうのはどういうところ？やっぱりでも今おっしゃっていただいたような深い音、深くて柔らかくて、なんか包み込むような力強さみたいなものは、やっぱり私もすごく好きで大切にしたいなと思っていて、そうですね、そういう音色はこの子は持ってると思うし、もちろん生き物なのでね、結構雨が降ったら湿気が増えて、ちょっとなんでしょう、音も結構ビシャってなったりとか、乾燥したらちょっとなんかカラカラした音になっちゃうとか、いろいろ体調っていうのがあるんですよね、人間と同じように。でもそういう体調を見ながらも割と一緒に頑張ってくれるというか、求めてたら求めた先にやっぱりこの子は答えを持ってくれてるような感じはあるので、やっぱり対話はできてる気がしますね。ちょっとここで一節聞かせていただくなんていうわけにはどうでしょうか。はいね、何弾きましょうね。何弾こうか。そっか、一節ね。一節ね。すごい贅沢なことをお願いしておりますけれど。一節。そうだな。何がいいんだろうね。
さっきの愛の悲しみでもいいのかな。いいですね。はい。いやありがとうございます。すごいなんか贅沢な。甘い音出せないかなと思って今。もうなんかこんな間近で。ちょっと今うるうるってきちゃいましたね。すごい。聞きました皆さん。なんていうんですか、もう語るようなね。こう語るようなところと本当にこう魂から歌ってくださるようなね。この滝さんの音楽なんですけど、私一番最初に実はねお会いしたのは。コンサートとか音楽ではなくてトークイベントでしたね。そういえば2回目のトークですね。今日実はね2回目のトークセッションお話も大変上手だから。滝さん本当にねいろんなことができてしまう方なんですけど、そんなことないですけど、びっくりしたんですよ。実はもうキャリア長くていらっしゃるのに。アルバムがデビューアルバムだったっていうことなんですね、今回。今年2023年の5月に発売になった、プロコフィエフストーリーというね、まさにストーリー物語を語ってくれるかのように滝さんが演奏されているアルバムで、バイオリンソナタという作品がございまして、その1番と2番、そして、まさに物語ですね、ピーターと狼というね、これプロコフィエフがお話も作ったんですよね。はい、それを本来は弦楽器とか管楽器で室内編成で演奏されるものを滝さんが特別にバイオリンとピアノのためにアレンジをしてくださいと作曲家の、ホルン奏者でもある根本さんという方にね、書いていただいたバージョンで演奏されている、もうこれ素晴らしいアルバム3曲、大きなものが3曲入っているんですね。プロコフィエフという人はロシアの作曲家で、最近皆さんフィギュアスケートなんかの影響でラフマニノフという人のね名前はよく聞くと思いますけれどもね、有名で映画でも使われたり、その時代的にはね同じ、ロシアの人なんですけれども、ロマンティックで雄大な感じのラフマニノフがいるとすれば、プロコフィエフは割とキビキビとしたね、かっこいい音楽が多いななんていう印象もありますし、で当時やっぱり20世紀に入ってからロシア革命が起こって、戦乱の中をね生きていかなければいけない社会革命が起こって大変な時代ですから、ちょっと亡命をしてね、アメリカに行ってその途中で日本にもね寄ったんです。プロコフィエフ、私たちまだベートーベンとかモーツァルトは日本なんて知らなかったかもと思うけども、プロコフィエフぐらいの時代になると、日本にも立ち寄ってくれていて指揮もしているんだと。2ヶ月ぐらいいたんですよ。そんなプロコフィエフね、なかなか一般的にはちょっとクラシック馴染みがない方にはお名前が馴染みないかもしれないんですけど、かなり現代的な本当にかっこいい曲も多いので馴染みやすい作品かなと思うんですけれども、もともと滝さんはプロコフィエフ大好きですね。滝さんにとってどういう作曲家ですか？ですね、割とヒーロー的な存在で、私の中では若かった時にやっぱり弾きこなせない曲があったり、難しくて理解できない作品があったりとか、やっぱり多いじゃないですか。でその中でプロコフィエフって何もいい意味で何も考えずに体に染み込んでそれをアウトプットできた作曲家だったんですよ。で割と
褒められることも多かったから、プロコフィエフを弾くと。で私弾いててもすごくこうなんだろう幸福感というか自分がいつもあったから、一応得意な作曲家っていうふうに昔は言ってたんです。それおいくつぐらいから認識してたんですか？17とか8とか、初めてそうですね、そのプロコフィエフのソナタに挑んだのはそのぐらいの高校生だったっていうことですね。高校生ですね。そうでまあどうしてなんだろうっていうところまでは考えなかったんです、その時に。どうして私はプロコフィエフが弾きやすいと思えるんだろうかみたいな。でしばらく経っても本当に時間が経ってから気づいたのが、プロコフィエフって自身で物語を書く人なんです。執筆家でもあった。執筆家でもあった。その短編小説って日本語でも出版されてるんですけれども、自身にその言葉を扱って文章にして自分のその持ってる自身の中で生まれるストーリーっていうものを音符を通してじゃなくてちゃんと文字を通してなんだろう表現することができた人で、それを知った時に思ったのが、その音符に乗せて表現する彼のその表現力って言葉はなかなか理解するのは難しいけれども、音符に乗った時に私がそれがある意味言語としてこう認識できたというか、セリフに聞こえるみたいな感覚があったんですよね。音楽は国境を越えるみたいななんかそういう言い方ありますけれども、プロコフィエフに関してはそれすごく感じたというか、その小説を書く人なんだ、だから私は理解ができたんだっていうふうにこう腑に落ちた瞬間があったんですよ。それを知った時にさらに好きになりました。なるほど。はい、そんなね思いのこもったプロコフィエフストーリーですけれども、とにかくこのアルバムがねすごく素敵な色味のこれ今 CD をあえて抜いておりますけれどもすごく素敵なデザイン、中のブックレットもすごく素敵で、こちらはモノクロの世界ですね。そして滝さんとそれから素晴らしいピアニスト、沼沢ですね。沼沢義人さん、お名前がちょっとね読み方が難しくていつもふって思ってしまう。かっこいい奏者のお二人のお写真なんかも載っている素敵なブックレットなんですけれども、やっぱりこう物として手に取れる CD の形にするにあたって滝さんすごくこれ大事に作られたんですよね。そうですね、今時代がCDを手に取る時代じゃなくなったので、じゃあ手に入れてもらうためにはどうしようってすごく考えたんですね。で、私自身手に取るものは手に取るんだったらその手に取る喜びみたいなものは常にあった方がいいなって思うんですよ。で可愛いもの綺麗なものっていうのは個人的には好きですし、なんかそういうときめきみたいなものが一瞬でもいいからあってほしいなって思ったんですね。でだからそうですね、持っていただくからには長く大事にしていただきたいっていうの思いもありますし、あとそうですね、一つのこだわりとしては色なんですけど、私のプロコフィエフのイメージの色っていうのがあって、それがくすんだピンクなんです。じゃあまさにこの狼さんのような。そうですね。そうちょっとその純粋なピンクじゃなくて、ちょっとくすんだピンクっていうのが私のプロコフィエフの昔からのイメージ。なんでかわかんないんですよ本当に。でも昔からのイメージがそれで、そう思わない人の方が多分多いんですよ。ちょっと意外でした。そうでしょ。そうだから私もどうしてかわからないんですけど、でもその持ってるイメージをどうにかこう形にしたいってすごく思ってたその願いっていうのがあったので、そのピンクの
くすんだピンクっていう世界を、私のお友達のご夫婦でイラストとデザイナーのをされてるご夫婦がいらっしゃるんですけど、彼らにお願いしてイメージを伝えて、あとプロコフィエフのイメージと、作品の内容の説明といろいろもう散々語り尽くさせてもらってからの彼らにそのイメージをこう作ってもらって、ここに。なるほど。いやこれね気持ちが上がるパッケージなんですよ。本当に美しい色味と、そしてこのかっこいいクールな滝さんのお写真、このお写真を撮影されていらっしゃる方がまたクラリネット奏者でもあるというフォトグラファーの方。そうなんです。彼も友人なんですけれども、素晴らしい音楽家でありながら写真も撮るという、本当に私は友人たちに恵まれてるなっていうところなんですけど、やっぱりこう奏者でもあり、そしてシャッターを切る人でもあるっていうことで、こうなんかあうんの呼吸みたいなのもやっぱりあるのかもしれないですよね。そうだからそういうチームを作らせてもらって、この一枚にたどり着くという。いやそれでもちろんもう演奏、そして音、サウンド感ですね、これが本当に素晴らしい CD で、今回CD と SACD ハイブリッドの形でね、制作されましたけれども、せっかくですからもう思い切っていい音でね聞きたいねということで、今日この、岐阜までねお邪魔をさせていただいて、サウンドハンターさんの、こちら、森のホールっていう名前がついてるんですよ、滝さん。森のホールですか？森のホールで桜材をね使っているこだわりのこう壁のね、吸引もするし、豊かなふくよかな響きもする作りになっているっていうところで、やっぱりそのね音を日頃からこう音楽ホールで、コンサートホールで演奏されている滝さんと、こういった音へのこだわりで設計された場所で、そしてこだわりのスピーカーで、聞いてみたいということ、贅沢なひとときなんですね。でどうですか滝さん、日頃こう実はやっぱり演奏家の方って生音に触れてらっしゃることが多いから、こういったオーディオ機器っていうのにぐるりと今日のように囲まれてみるっていうのはどんな気持ちですか今？いやもうなんかもう圧倒されてるっていうかこんなにねいろんなデザインのでまた素敵なデザイン多いですね。多いですよね。やっぱりこう視覚的にもいい刺激をくれるっていうものが多いなと思うんですけど、特に今回一緒に、今日聞かせてもらうのは、パラダイムというカナダのねメーカーの、ペルソナっていうシリーズのスピーカーになります。でこのようにこうフロアスタンディング型といって床からどんとね、ありますけれども、このすごく小型のものを私も実は使用させていただいていて、ペルソナ B っていうんですけれども、今日はペルソナ 7F というね、大きなスピーカーで、一番こう上から1個目2個目っていうの、なんかすごく素敵なこの柄がありますでしょ。私最初これを見た時に一目惚れしたんですけど、これちゃんと意味がございまして、単なるこう美しい柄ではなくて後ろ側に振動板というものが入っていて、そこをこう震わせて音が出るんです。そこにベリリウムという特殊な、金属が入っていまして、すごく無駄な音をこう、削除してくれるというか、すっきりとした本当に素敵な音がするんですね。でこの美しいバラ窓のような、これは音響レンズといいまして、音をこうきれいにこうね伝えてくれる役割を果たして、ちゃんと設計されてるデザインなんですね。なんだそうです。すごいですね。設計がもうなんかすごい数式のもとに編み出されていそうなね雰囲気の、なんかやっぱり理系のセンスも感じさせるところが私の憧れ。数式って美しいんだなっていう感じですよね。なんかしますよね。私超文系なんでねなんかそう宇宙を感じるというかね。確かに確かに。でその下がこう低温部を担当していて、こちらはアルミの素材になってるんですけど、素材感の違うものを組み合わせていながら、こうまとまった響きを
出してくれる高音域、中音域、そして低音域、これがこうバランスよく響くというこのシステムで、今日は滝さんのねアルバムSACD ですから、せっかくですからちょっとね堪能をしてみたいと思うんですよね。じゃあいきますかね。はい、聞いてみましょう。さあ今日はですね、せっかく滝さんがこんなに間近にいらしてくださっておりますので、単純に CD の聴きどころはというよりかは、こう演奏されている立場としてどんな風な思いを込めていたりとかですね、イメージを持って実際に演奏されているのかっていうところをちょっとね具体的に教えていただきたいなと思ってですね。例えば滝さん3曲入っておりますけど、バイオリンソナタ、1番も2番も割とこうプロコフィエフの晩年といいますか、もうかなり作曲家として熟してからのね作品ですから、もう技術的にも大変だと思うんですが、例えば1番ですとどういったこういうところがこういう気持ちで弾いてますみたいなのを教えていただけますか？そうですね、今ちょっと手元に楽譜があるんですが、ちょっとね汚すぎてあまりお見せできるものじゃないのでお見せはしないんですけれどもそうですね、1番の作品って割と2番に比べるととっても暗くてドヨーンとしたイメージなんですけれども、その第二次世界大戦があって、その時に自分がこう傷ついてた人たちを見て自分も傷ついてたっていうこともあるし、あと自分自身もプロコフィエフ自身も心臓発作を起こした後で1番を書き終えてるっていうところで、割と、隠れたテーマとして死っていうのがあると思うんですよ。でその暗い1番の中にちょっとこうなんでしょうね、希望の光というか無垢で可愛らしいジュリエットのような、まさにロミオとジュリエット、バレエ音楽でねプロコフィエフ非常に傑作がありますが、そのジュリエットみたいだねって、一緒に収録してくれた沼沢くんと話してた場所というのがありまして、それ弾いてみますか？ちょっといいですか？聞かせて。ピアノがいないとちょっと難しいっていうのがあるんですけど、今日お一人でやっていただきますが無理やりでもピアノどちらかというとピアニストの方がそのジュリエット感を出す重要な役割を果たしているとは思うんですけれども、これは第4楽章ですね。次ね、今の分もそうだったんだけど。ピアノがないとちょっと難しいんですけど、でもなんかこうジュリエットだったりその無垢な例えば木のおもちゃとか、なんかこう、汚れてない透き通った純粋さみたいなものがそこで可愛らしく動いてるっていう、全くの無ではないんだけれどもなんだろうな、無機質な中のちょっと可愛らしい何か感情を見出すみたいな、なんかそういう場面。なんかすごくこのタッティタッティっていうこのリズム感みたいなところもやっぱりこうプロコフィエフの魅力をね感じられるところですね。なる
ほど。これが第1番の第4楽章に出てくる可愛らしいフレーズ。はい。じゃあ第2番の方も伺っていいですか？第2番ですね。はい。第2番好きな方結構たくさん、はい、私もいらっしゃると好きです。思うんですけど、まあ1楽章が暗い、1楽章ない第1番が暗いというイメージがあれば、2番の方は多分どっちかというと明るいイメージがあると思うんですけれども、結構この第4楽章、まあ勢いのある、割と派手というか、すごく盛り上がりが半端ない曲なんですけど、大変な曲ですね。そう、その盛り上がりですごく大きく転調するところがあって、いつもねそこを自分で弾きながらアドレナリンアドレナリンが出るんですね。すごいですね。もうなんか結構そうですね、最後の方なんだけども、そうね、その転調の感じを表現できるのかな。ね、お一人でねピアノがいなくてね、その前の調の感じを分かってもらえないと転調がちょっと分からないと思うんだけど、その転調、なんて言うんだろう、転調って分かるよね、多分ね。まあ例えば調というのが都調調とか破綻調とかね、いわゆる長調短調と呼ばれるその音楽のトーンですね、その世界観が転調という調整が変わることでガラッと色味が変わったりとか、雰囲気が変わっていくということですね。そこだからさっといくのか、ちょっと時間をかけるのかとか、ちょっとためるのかとか、なんかいろんなやり方があると思うんですけど、私は結構時間をかけるのが好きで、割と時間をかけて弾いてはいるんですけど、まあ、ちょっと後でオーディオの方でも聞いていただきながらなんですけど、どんなフレーズなのか。ここですね。この和音で転調するんですけど、その和音で転調したこの動きのままっていかないで、ちょっとこうためる、場面が変わったところをもうちょっと味わいながら先に行くみたいないうところで、結構いつも舞台上では楽しくてしょうがない。いやそれね伝わるんですよ。滝さんのリサイタル楽しくて仕方がない。そう好きみたいな。グッっていうところでグッとね、なんて言うんだろう、踏みとどまってくれたりとか、いったねみたいな、ちょっとロックな感じになったりとかね。そうかもしれない。たまにスッとね涼しい顔して弾かない。暑苦しいぐらい。いやでもここ暑いじゃないですか。そうですね。もう大好きで、そこはね燃えますね。毎回弾いてて燃えるところですね。大好きですね。そしてピーターと狼が本来だったら弦楽器だったり木管楽器、フルートだったりオーボエだったり、そして3本のホルンが出てきたりとか、今回ホルン奏者で作曲家でもある方がきちんとお二人のためにアレンジをしているので、かなり特殊ではあるが、でもそれをやっぱり元の原曲の世界観をすごい大事にお二人がされて演奏しているし、元のスコアもおそらくそのように書かれていて、やっぱり演奏するの大変ですね。もともとはそれぞれのキャラクターにそれぞれの楽器が与えられてる作品なので、それを全部ピアノとバイオリンでやるってどうなのっていう根本的な問題が多分最初にあったと思うんですよ。で私実は根本さんにこの作品編曲をお願いする前にもう2人の方に聞いてたんですけど断られたんですよ。それはできるちょっと難題だねみたいな、他の人紹介するよみたいな感じでたどり着いたのが根本さんで、でもういいですよみたいな感じでさすがですね。さらっと言ってくれてくださって、例えばピーターはバイオリンだし、アヒルはオーボエだし、あと何かな、鳥はフルートだったりとかするんですけれども、ホルン出てきますね。3人いるんですよ。
まあ、ホルンも一つの音しか出せないので和音を出すにはまあ、3人ぐらい必要みたいな感じなんですけども、狼を表現するのでホルンってやっぱりちょっと、まあ、怖いみたいな、あ、狼来たよみたいな場面じゃないですか。3本のホルンを1本のバイオリンってどうすんのみたいな一人で狼感出しながらでそれってバイオリンってまあ、これコマって言うんですけれども中に立ってますね。こういうカーブがコマ自体がね、こうなってますね、あるんですけど、基本的に、弦を同時に鳴らすって基本的に2本までなんですよ。そうなんですね。2本ずつなんだけど、3本ってね、だいたいちょっとバラさないと、バラすことが、でバラすことが多いんですけど、まあちょっとでもテンポが速くなったりすると、でこの勢いのままいけることがある、そういう時は3本も可能みたいな感じなんですが、この狼のテーマってすごいゆっくりなんですよ。泣かせますね。これどうしようみたいな。だからその3つの音が同時になるんだけれども、これバラすんじゃ違うし、でもじゃあ3本一緒に弾けるのかなみたいな。で、まあ最終的に私が選んだのは3本同時に弾くことなんですけど、弾くことを選んだ。じゃあ私が何をしたかっていうと、コマがあるじゃないですか。で先の方になんつったらいいんでしょう、こっちに行くにつれてそのカーブっていうのは滑らかになるんですね。そうですね。そうだから、ここで3本弾くとしたらここで弾くよりここで弾く方がまだなる、ちょっとこう平らになっていくわけですね。この辺でやるしかない。そうでそれで3本鳴らすことにしたんです。ただテンポがゆっくりなので、キープできるかなみたいな、その音を3本鳴らし続けることってできるのかなみたいな、さっきみたいなこういう速い弓だったら簡単なんですけど、っていうことを結構考えながら最終的に、3匹じゃないんだけど狼がちゃんと3声で出てきましたね。そうすごい。それをそうですねばらさないようにしたというのがこれはピーターと狼ならではの表現なんじゃないかな。例えばバイオリンのために作曲された作品ならば、3本の音をこのテンポでやれっていう指示は多分少ないと思うんですよね。なんだけどここはあえてホルンの感じを。そうか。これでも根本さんとはこうやり取りをしたわけですか。ここどうするみたいな。この部分はでもなかったです。でもしれっと楽譜で出てきたんですか。しれっと楽譜でこれでもそういえば3本だよなみたいな感じの。それでちょっと考えたっていう、いろんなことを考えたんですけど、どう弾くかなみたいな、オリジナルのテンポじゃないテンポで弾いてみたりとか、バイオリンだからこそバイオリンとピアノだからこそできる表現の仕方って絶対あると思うので、それをいろんなところで見出して自分で楽しんでみたいな弾き方してたんですけど、このちょっと狼エピソード割と私の中では少し自分の中では割と面白かったっていう。これ CD 普通に聴いてると上手なんでね、全然難なく言ってるのかなとか、リサイタルでも普通にかっこよく言ってるんでね、気づきませんでしたけれども、そういった工夫とか、本当に皆さんの熱意でこのねピーターと狼実現したというところですね。ありがとうございます。
しやすい今日。そう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 。でその後にその墓の間を抜けるその風の音が出てくる。おお、なるほどね。すごいドラマチック。そうね、すごい。さっきジュリエットだったのに。そう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 。落差みたいにえげつない。大変な曲だ。そうそうそう。ここから風。鐘はまだちょっとこの一応まだ鳴ってるそのピアノのリズムはそのままに。いいね。いや私はもう弾いた本人だから結構いろいろ興奮しちゃうんだけど。このね、いいね。今ああ、いい曲だね。モーツァルトの用とも言われているフレーズ軽いもなんんね。です。がそうだね。あなた方振り回されてる。めっちゃ振り回されてる。アイコンタクトほとんどやってない。気配コンタクト。言うならばそう。いやだから呼吸の使い方とか
分かってるね。そう行くのね。じゃあみたいな感じ。しびれるねこれ。しびれるよね。かっこいい。ブラボー。いいね、熱くなっちゃうね。この世界だから。平和。この世界から。語りは入れないんですかって言われること多いんだけど、まああえて入れませんね。これはこの世界で音楽としてね、評価してほしい。特にやっぱ2人だからこれはバイオレットピアノのデュオだからこそもうこれで言ってほしい感じがする。この繊細な機微を聞いてごらんみたいな。このテンポ感すごいね。グワグワグワって泣いてますね。泣いてて、ちょっと喧嘩してる。鳥と喧嘩してる。でそこに猫ちゃんが来る。はい、今ですね、2人で一緒にこの滝さんの SACD で制作されているアルバムプロコフィエフストーリー聞きましたね。ちょっと興奮しちゃった。興奮してた。じゃあちょっとその興奮の具合をですね、なんとか言葉にして語っていただきましょう。どうでした？聞いてみて。このお部屋で聞いていて、スピーカーここ2つあるじゃないですか。一番に思ったのは、ここから聞こえてる気がしない。もっとなんていうの、
どこから聞こえてきてるのみたいな、本当に包み込まれるっていう感覚、まさにそのものの感じでしたよね。ですよね。だから私多分視点が定まってなかったと思う。だいぶ上の方向いてたような気がする。それがすごく不思議で、これって言ってたよねみたいな。そう今日これです。その辺にスピーカーあるんじゃないのみたいな思うぐらい、すごく自然でこう。本当に音楽に包まれるという、確かに音楽ホールみたいな感じでしたね。ふわっとこうね、上からも下からも来ちゃうけどみたいなね、自然なね響きでしたよね。でなんかその自分の演奏であれなんですけど、そのなんかっていう息をこう吸うところとか、逆に吐くようなところとか、あとこう芝を指で吐くような音とか、その臨場感みたいなものっていうのがこう改めてその時の気持ちと一緒に蘇っただからちょっと逆に興奮したその時のいろんな葛藤とか、ここがうまくいかないとか、もうちょっとうまく表現できないかなみたいなところと同時に思い出されて。なんかそうですね、私は多分どんな人よりもこれを聞くとそうなっちゃうと思うんですけれど、でもなんかすごくなんかいろんな感情がちょっと今かき乱された感じはあったんですけど、レコーディングの時のもうまた心理状態になっちゃったっていう。なんかその息の使い方だったり、その指の叩く音だったり、ちょっと弦が擦れる音、そのなんでしょう、綺麗だけじゃない、その弦楽器の魅力としてやっぱりこう、ある意味雑音なんですけど、すごく効果的な雑音というものがすごくクリアに聞こえてきて、そういうのも含めて音楽なんだなって改めて思えたというか、人間が生み出すものだからこそ、そういうなんか臨場感とかライブ感とか、その偶然起こるなんかその場でしか起こりえない音だとか、そういうものを全部含めてそういう音楽の世界で私はいるんだなとなんか、いやそう私特に滝さんの音楽っていう演奏っていうよりも滝さんの音楽って本当にそういうところがまさに大事な感じがしていて、ただ綺麗な音、ただ上手な演奏っていうのではない、もうなんか鼻息とか、もうなんなら汗も飛んできそうなこのなんか熱さとか、毒気だとか深いところとか、そういうものが全部乗ってるのが滝さんの演奏だから、それをやっぱこの改めてねこのシステムで今日聞かせていただいて、やっぱりある種の熱量みたいなのをね、そうですよね、温度感みたいな温度感がすごい。でお二人のこの息の掛け合いがいかにすごくこう自然でマッチしてるかっていうのも、スピーディーな音なんですよね、このなんか作り方、スピーカーの持ち味っていうのが、だからそれがすごい如実に伝わってきたし、なんかピアニストとバイオリニストのその距離感のちょうどいい測り合いみたいなのもなんかこうね、立体的にあったし、で私改めて思ったのがやっぱこうプロコフィエフってそのリズム語法とか、パキパキした雰囲気とか、でそうかと思えば振り回してくるようなその急にロマンティックになったり、なんかとにかく時間感覚としてやっぱりすごく面白いじゃないですか。一ところにずっといられないみたいな。ちょっとページめくるとこんな色だったんだみたいな。でまたページめくるとまた違うみたいな。それを鮮やかにやってらっしゃる2人だから、そのスピーディーだけれども没入できる時間感覚をちゃんと再現してくれなきゃ困るんですよ。システムが困りますね。困るんですよね。その意味では今日本当にそれをね、もう滝さんも興奮しちゃうぐらい興奮しちゃいましたね。なんかこう堪能できる音の質感で楽しめて、だからスピーカーとしてはそのプロコフィエフ合ってるななんて私が言うのもおこがましいけど、でもそうかもしれないですね。なんかこうさっと届いてくる感じ、無駄のないすっきりとした雰囲気でありながら、この滝さんの毒気も出してくるみたいな。毒気大事ですね。大事だよね。こう低音がやっぱグッとこう来てくれるので、それで言いながらなんか上を見ちゃうようにパーっておっしゃった通りバーってくるから、なんかこう体感したっていう感じ。そうですね。肌で気持ちでなんか全ての五感を使って体感するみたいな感覚でした。そう
プロコフィエフとペルソナ合う説を今ね自分の中でね確立、もちろんその滝さんと沼沢さんのもう素晴らしいアンサンブルあってのこうね実感だったんですけれども、ぜひちょっと皆さんこれ SACD ですのでね、オーディオ好きの方々プロコフィエフかっこいいなってきっと実感していただけると思いますのでね、ペルソナなどなどいろいろちょっと試して聞いてみていただきたいなというふうに思います。はい、さあ滝さん本当にねこれから忙しくなっちゃうと思うんですけれども、いくつも講演ございますが、例えば今ご自身ですごく力を入れてプロデュースされていく講演が、これは12月ですね。12月9日、はい、先ほどの私と滝さんの出会いの場であると申し上げた小金井の宮地楽器ホール、これどういったコンサートになりそうですかね。あれですね、まず滝千春企画で何でもいいからやってって言われたすごい一言なんですよ。なんか面白いことやってくれって言われて、もうシャー分かったって言って、もうすぐプログラムを考え始めて、でそうですね、伝えたいことはたくさんあるんですが、まあもちろんそのメンバーたちはそう注目していただきたいですし、テーマとなっているのが12トーンズって12音技法っていうんですか、音って一応12個あると言われていて、鍵盤数えていただくと12個あるんですけれども、その12個の音を均等に扱うという技法があるんですけれども、それをこの出演者たちに置き換えて、誰一人かけても成り立たないという。だからメンバーたちも大事に、ちょっと面白い何か音楽会をしたいという意味で、前半はピアノとバイオリン、シュニト系オール、で後半はペルトという作曲家とバルトークで弦楽器の良さっていうものをこうそれこそ五感で体感してもらいたいっていうものですね。であまりそれこそ親しみがそんなにないかもしれない作曲家なんですけれども、皆さんがまだ知り得ないそのクラシック音楽の世界っていうものをちょっと深掘りしてみる。でそう深掘りした時にこんなに面白い世界があったんだって、そう発見をしていただけたら嬉しいなっていう、それこそかっこいいクラシックの世界。そうですよね。クールだったりね。綺麗すぎて怖いみたいなぐらい綺麗だったりね、ペルトなんて本当にそういう、結構宗教的な天使が降りてくるような音楽だったりとか、バルトークはすごく民族的だったりしますし、クラシックって一言で言っても本当にさまざまな音楽があって、最終的には私そのクラシックだろうがジャズだろうがポップだろうが音楽に境界線は最終的にはないと思ってるんですね。だからクラシックとのジャンルでは私は生きてますけれども、私は最終的にボーダーレスな感じで、それぞれの音楽をリスペクトしながらその楽しさと魅力といろんなことを皆さんに共有させていただけたらいいなと、そういう活動を目指してます。かっこいいですね。もうジャンル言うのダサいよね。ね、やっぱりもう突き詰めていったら最終的にどっかでみんなこう合流するようなところがあります。ぜひ皆さんいろいろな音楽ジャンルということで、興味持って聞いていただけたらと思います。はい、というわけで今日はねペルソナの 7F というスピーカーで滝千春さんのプロコフィエフストーリー一緒に聞いてきました。ぜひ皆さん聞いてみてください。滝さん今日はどうもありがとうございました。やっぱ木なので経年によって少しずつ桜だと飴色に変わってくるんですよね。なので本当にこう長年使っていただくとどんどん味が出てくる。なるほどね。パネルなんか結構新しいですね。なるほど。それがだんだん。ここがネットワークオーディオっていうのは本当に一番最初に始めた。そうなんですか。ここからスタートしてて、本当に歴史は長いんですけども、だから本当に一回使い始めたらずっと最新の状態というか、陳腐化せずに今一番新しい状態で楽しんでいただけるというのは理由のよくかなと思います。